ヨジゾービールーム。動画をご覧の皆さん、ご無沙汰しております。ヨジズホビールーム、ヨジです。前回の動画から半年以上経っていることもあり、多くのルームメイトから心配のコメントが寄せられておりまして、心配をおかけして申し訳ない。ホビールームなだけに夜逃げとか言うのはやめてください。何かと多忙な日が続いておりますが、ヨジホビは変わらずに元気です。そんなわけで動画内容が前後しますが、模型屋さんで気になる塗料を見つけたので、お試しにバンシーノルンを制作します。このキットは発売当初に購入したもの。2014年の発売なので、もう11年も経つキットです。レストアに入る前にエナメル溶剤を使って貼っていたシールの糊を落とします。ここからはヨジホビの鬼ルーティンをご覧ください。いい感じに中年一般男性の皮脂油が散布できたところで、中性洗剤でしっかり落としていきます。表面処理。それでは今回もいつものやつをやっていきましょう。着想。表面処理では主にゲート跡であったりヒゲの処理を行います。使用するヤスリの番手は400から600番。太もものこのパーツは真ん中にパーティングラインが入っているので削っていきます。どうやらパネルラインまで削ってしまったようですね。でも大丈夫。筋彫りで削ってしまったパネルラインを復活させましょう。 0.15mm のラインスクライバーでしっかり線を引きます。この頃のヨジホビはゲートカットが2度切りだったかは覚えていませんが、ところどころえぐれてしまっているところが散見されます。ここなんか特にひどいので直します。修正に使うのはプラの端材。改造の過程で出た小さな端材も取っておくとこういう時に使えます。タミヤセメントで仮接着して流し込み接着剤を継ぎ足しながら圧着していきます。しっかり乾燥したら余分なところはカットしてヤスリで削ったら修正は完了です。表面処理はこんなところで改造パートに移りましょう。ヨジホビ。改造。今回はいつもみたいな大改造ではなく、ちょい足しアレンジでとどめましょう。スラスターカバーに面を出してシャープな印象にします。こういうところはやらずにはいられないんですよね。次に厚みのあるアンテナのシャープ化。ここをシャープにするだけでだいぶ印象が変わりますので、マストで実施したい工程です。デザインナイフで大まかに削ってヤスリで少しずつ調整していく。左側が施工後ね、なかなか印象が変わりますよね。次にメタルパーツを埋め込むところを選定して穴開けをしていきます。既存で丸いへこみモールドがあるところなんかは穴開けチャンスです。径の小さいドリルビットから徐々に広げていきます。今回使うメタルパーツのサイズは 1.5mm から 2mm。 手芸店でおなじみの湯沢屋さんで買った潰し玉は15個入りで100円とコスパ抜群です。映像ではハイブのアームドアーマー XC の付け根のあたりに 1.5mm のマイナスモールドを埋め込んでいます。でもここ隠れるところだったみたいです。改造のパートですが、ハイブのアームドアーマー XC の付け根がポキッと折れてしまっていたので直しておきます。ただ接着剤でくっつけただけではまたすぐに折れてしまうので、真鍮線を埋め込みます。真鍮線はウェーブさんの 0.5mm のものを使います。慎重にドリルビットで穴を開けて真鍮線を通す。
接着剤で圧着してしっかり乾燥させたら、はみ出た接着剤をヤスリで削るだけ。試しに取り付けられるかチェックしていきます。問題なさそう。この直し方を覚えてからはパーツ折れが怖くなくなったので、軸の折れたガンプラを眠らせているルームメイトたちはぜひ試してみてください。4時ホビ。全塗装。まずはいつも通りのメタリックカラーの塗装から。ベース色は EX ブラック光沢。どこかいつもより塗装面が滑らかで調子がいい。それもそのはず。今回は最近かなり勢いのあるエアブラシメーカーのガーレリ様よりご協力いただき、動画でのコラボレーションが実現しました。そんなガーレリ様よりハンドピースをご提供いただいたのでご紹介します。ご提供いただいたのはプレミアムシリーズメビウスという 0.3mm 口径のハンドピース。もう名前からかっこいいですよね。シルバーとゴールドで高級感のあるプロダクトデザイン。このデザインにもしっかり意味があって、名前の由来にもなっているメビウスリング状のカットアウェイハンドルからはコントロールノブが露出しているので、トリガーの反発力をクイックに調整できるようになっています。確かに4時ホビがよくやるメタリックのバシャバシャ希釈のちょびちょび塗装では、力の入れ加減に気をつけながらかなり慎重に塗装してたりするので、反発力をクイックに切り替えができるなら安定して繊細な吹き付けができそうです。ノズル部分はスパイラルシェイプという構造を採用していて、安定的かつ効率よくエアーを排出できるのが特徴。さっき調子がいいと感じた感覚の正体はこれでしたね。ベタ塗り派の4時ホビですが、今までは広範囲の塗装の時にムラが出ないように塗装するのはなかなか時間がかかりましたが、今回は 0.3mm の大口径かつこのスパイラルシェイプノズルのおかげで最小限の動きで広範囲に滑らかに塗れるように感じます。しかもミラーレベルカップは塗料落ち抜群なので、掃除もかなり楽々で作業効率も爆上がりです。さらにガーレリ様はパーツの販売も充実しているので、ハンドピースを自分好みにカスタムもできちゃう。自分だけの一本を作れば愛着も湧きますし、しっかり手入れもしていれば長らく共に歩めそうですね。そんな4時ホビは今回トリガーを T 型トリガーというパーツに変更。人間工学に基づいたデザインだそうで、トリガーはグリスも塗ってあってもともとスムーズなので快適だと感じていましたが、長丁場になりがちな塗装作業では今後も強い味方になってくれそうです。今度はさらに容量の大きいカップに変更してメビウスと添い遂げようと思います。ちなみに現在実施中の Amazon プライムデーでは、動画終盤で紹介するクーポンコードを入力するとさらに 5% オフで4時ホビと同じメビウスがゲットできちゃいます。7月14日までなので要チェック。それではメタリック1色目、プリズムパステルミントグリーンブルーガイアカラーの変更色塗料で、4時ホビが売り場で一目見た瞬間にこれはユニコーンかバンシーに塗るんだと確信しました。鮮やかなエメラルドにも似たグリーンで、見る角度ではブルーにも輝くパール系の塗料です。早速サイコフレームに塗っていきましょう。しかしながらこれが思いのほか苦戦します。変更色特有の下地によって見せる表情の違いを理解しないまま黒下地の上に塗ったらディープブルーな色合いに。これもこれで悪くはないけど、イメージしていたのとは違うので、下地にスターブライトシルバーを塗装します。では気を取り直してもう一度。苦戦しつつも今度はいい感じで理想のミントグリーンになってきました。後から調べて分かったことなんですが、下地を光沢ホワイトか光沢イエローにしておけば、こんなに重ね塗りしなくても綺麗なグリーンになっていたみたいです。塗膜が熱くなってしまったので、もっと早く調べておけばよかったと反省。メタリック2色目はアルカナゴールド。
これもまた気になっていたゴールドカラー。カッパーに近い色合いですが、なかなか渋みがあっていいゴールドです。このゴールドでエグゾディアとか塗っちゃいたいよねとか考えちゃったりとかしちゃう。スターブライトゴールドは勇者ゴールドと呼んでいますが、これはイニシエゴールドと命名しました。次にいつものスーパークロームシルバー2でバーニャを塗装。しかしガーレリさんのメビウスがすごい。いつもよりクロームシルバーのメッキ感が倍増している気すらしてきます。メタリック最後はガンメタル。ガンメタ系はいろいろ試しましたが、結局これに落ち着くんですよね。次に外装1色目はヘキサブラック。バンシーは真っ黒というより少し青みがかった黒のイメージ。そしたらもうこの色しかありません。外装2色目はニュートラルグレー5。つま先やバックパックなどはこのカラーで塗装しました。その他腹回りや武器などはエヴァダークグレー。武器のマガジンなどの色分けにはヘキサグリーンを塗装しました。塗装が終わったので仕上げに移ります。よしほび。仕上げ。まずはデュアルカメラ。ここはエナメルブラックを筆塗りしてエングレービングします。乾かしながら少しずつ塗っていきます。乾燥させたらエナメル溶剤を含ませた綿棒でデュアルカメラにかかった塗料を拭き取ります。ついでに墨入れも行います。溶剤で薄める方法は色の濃さを調整できるメリットがある反面、後片付けが大変なので、いつも通り希釈済みのものをパネルラインに流し込んだら綿棒で拭き取って次の工程へ。膝裏の動力パイプは艶消しホワイトで筆塗りしておいて乾燥させておきます。次にデカール貼り。デカールはガンダムデカールデラックス06や辻堀堂のロボデカール注意書き02をメインに使用しました。ショルダーアーマーはデカールを分割して表現してみます。最初にマスキングテープでパーツを固定してからデカールを貼る。マークセッターを塗ってデカールを貼ったらマークソフターを上から塗って密着させる。マークソフターの乾燥を待たずにデカールにちょっかいをかけると大変なことになりますので要注意です。最後に分割線に沿ってカットするだけ。先ほど筆塗りして乾燥させておいた膝裏のパイプ。ここにはガーレリ製のメタリックマーカー、フラッシーゴールドを付け根部分に塗っていきます。先端が細いので直塗りでも塗りやすいのが特徴。武器のシリンダー部分にはアルミニウムを塗装しました。ここまでで艶消しも拭き終わっているので、メタリックに塗装した部分のマスキングを剥がしていきます。ゴールドとミントグリーンブルーがマッチしていてなかなかの仕上がりです。最後に穴開けしていたところにメタリックパーツを取り付けていく。あとは組み立てたらバンシーノルン覚醒バージョン完成です。ご覧ください。バンシーノルン覚醒バージョンです。今回目玉の変更色塗料プリズムパステルミントグリーンブルーがいいアクセントになっていますね。外装もほんのり青みのあるヘキサブラックを使うことでミントグリーンブルーとアルカナゴールドを引き立たせているように感じます。改造はちょい足しアレンジのみでとどめたキットでしたが、パーツ量も通常のハイグレードよりは多いと思うので満足感のある作りごたえでした。皆様大変お待たせいたしました。気づけば冬になり年を越し
セミの鳴く季節になってしまいました。長期で間が空くことが多い4時ホビですが、こんなに間が空いたのは初めてかもしれません。こんなに長い間お待ちいただき、申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいでございます。例のシリーズは間もなく新作がアップロード予定だとコミュニティでお伝えしてからだいぶ日にちも経ってしまったので、この勢いのまますぐにアップロードできたらなと考えておりますが、やはり動画も含めて4時ホビの作品だと思っていますので、しっかり仕上げて皆さんに公開したいなとも思っています。なので新作はもうしばらくお待ちください。そして今回のコラボを承諾してくださりサポートしてくださったガーレリ様には改めて感謝を申し上げます。今回ご紹介したメビウス 0.3mm の Amazon クーポンコードはアルファベット大文字と数字でヨージーズ00、さらにプライムデー期間外でも使える 10% オフクーポンコードはヨージース10です。ぜひこの機会にルームメイトの皆さんもハイエンドエアブラシをゲットしちゃいましょう。ガーレリご担当者様、ご覧いただいているようでしたらコラボ商品もぜひご検討ください。おっと失礼、もっと知名度が上がってからのお話でしたね。ルームメイトの皆様もぜひコラボ商品を実現させるべく4時ホビをどんどん拡散していただきますと幸いでございます。それでは長くなってしまいましたが、この動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! 4時装備ルーム。